です。今回は5月の庭で現在つぼみと開花中の宿根草、多年草、12品種一気にご紹介します。最初はウエストリンギアです。体感温度はマイナス5度ですが、夏の高温多湿を嫌う点と葉の色がシルバーで明るい点から少し日陰になるシンボルツリーの下に植え付けると葉の色が引き立つと思います。白い花は残念ながらほとんど目立ちません。2つ目は錦木です。このように細かい黄色の花が咲きますが、こちらも目立ちません。葉の色が黄緑色、緑、赤に変わる点が魅力的です。落葉樹で葉がなくなりますが、枝が平たく独特の形状をしているので、個人的には葉のない錦木も素敵に感じています。3つ目はラベンダーのラバントラストエカスです。ラベンダーの中でも華やかで花の紫色が濃いです。早めに剪定をして、いかに柔らかい枝ぶりにするかに注意しています。また高さも低く保てて、こんもりした形状にできます。4つ目はプリムローズジャスミンオーレアです。黄色い花が咲いてますが、葉の色と花の色が全く同じで、残念ながら花は可愛いのですが目立ちません。冬は葉は半分ぐらいになりますが、かろうじてカラーリーフの役目を果たしてくれていました。5つ目はヒューケラーになります。つぼみができていますが、こちらの花も目立ちません。また高い位置で花が咲くので、周りとのバランスが崩れてあまり綺麗に感じられないため、植える場所によっては早々とカットしてしまっています。6つ目はピンクの花のローダンセマムです。4月から次へとつぼみが出てきて咲き続けています。右横に一つだけ咲いている白い花はハーブチェリーセージのホットリップスです。今は白色の花ですが、高温では赤色の花びら、低温では白色の花びら、中間の気温の時は、ツートンカラー、赤白のツートンカラーの花びらになります。8つ目はラベンダーのキャンディキャンズです。涼しげで薄紫色の花です。夏以外1年のほとんど花をつける点が魅力的です。9つ目は黄色い花のエニシダです。エニシダは異色が苦手なので場所選びは慎重になりました。10個目は下付けのキャンドルライトです。キャンドルライトの花はピンク色です。葉の黄色と花のピンクのコントラストが綺麗なので、咲き次第動画をアップしたいと思っております。現在つぼみがいっぱいできております。11個目は宿根タイプのガザニアになります。たくさんのつぼみができており、株も一回り大きくなってますので、これから楽しみです。12個目、最後になります。ウエストリンギアになります。ローズマリーに似ていることからオーストラリアンローズマリーとも言われています。紫色の花はローズマリーに本当にそっくりです。以上、12品種5月のつぼみのものと開花中のもの紹介させていただきました。よろしければチャンネル登録の方もお願いします。